皆様、こんにちは。本日はいよいよ、スト2シリーズの5作目にして最終バージョンのスト 2X でございます。前作からの変更点などをできるだけ短く解説させていただきますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。よろしくお願いします。よろしくだぜ。最終バージョンと聞いて、いやいや、ハイパーやウルトラがあるだろ、と思われた方もいらっしゃると思いますが、ゲームシステムの大きな変更はスパ 2X が最後になっていることから、この2つは X の派生タイトルとして扱わせていただきます。まあ、ハイパーまで10年も間が空くことになるからな。ウルトラの登場はさらに10年だね。最近、新たに本作が遊べるソフトが発売されたので、一応紹介させていただきます。2月に発売されました、カプコンアーケードスタジアムのパック3に収録されておりました。ただ、オンライン対戦は非対応なんだぜ。残念。それでは、ゲームシステムの変更点を見ていきましょう。前作のスーパーで賛否ございましたスピードの低下ですが、本作ではプレイヤーが任意で選択できるようになりました。これによって、ターボとスーパーのスピードで不満を持っていたプレイヤーも納得したはずだ。他に、初代から存在していたボーナスステージが、本作で廃止となりました。すっかり忘れていたけど、X で廃止になったんだな。いらないと思ってたけど、なくなったら少し寂しいね。他に、投げられた時のダメージを軽減する受け身のシステムも導入されました。受け身が成功した場合、転ばないのがポイントだな。ただ、当然ですが、剣の膝蹴りやエドモンド・ホンダのサパオリなどは受け身を取れないため、キャラクターによっては若干不公平感のあるシステムかもしれません。特殊技といたしまして、空中での多段ヒット技も追加されました。こちらの要素もキャラクターによってなかったり、必殺技のみだったりいたします。スーパーコンボの後に繋げるとか使い方はいろいろあったな。そして、スーパーコンボがシリーズで初めて実装されたのが本作からでした。一発逆転システムだね。システム的には、SNK の画廊伝説スペシャルが先に取り入れていたな。ここからは、キャラクターの主な変更点の紹介になります。これまで、シリーズ通して、昇竜拳は上昇中完全無敵でしたが、本作では、バランス調整により、他のキャラと同様、デミワのみの無敵となりました。これには猫ひろしも激怒したらしい。マジか。そんなわけないだろ。また、中と大昇竜は、初動でも背中に当たり判定があるため、ギリギリでの飛び道具のすり抜けができなくなっています。今回新たに追加された技がいくつかございまして、映像は鎖骨割りになります。投げコマンドと同じなのが難点ですが、しゃがみガード不可なのが特徴になっています。続いて、溝落ち砕きになります。こちらも、鎖骨割りと同様、投げコマンドと被るので、近接で出そうとすると、投げになってしまうことが多々あると思われます。遠距離だと間合いを詰めるのに使える技だな。そして、空中での多段ヒット技の紹介映像でお見せした、スクイズ機でございます。見た目以上にリーチが長く、ご覧いただいている通り、二段攻撃になっており、落下時、追い打ちでもう一度当てることもできる技になっております。これはうまく当てれたと気持ちいいんだよな。やられた方は悔しいの。最後に、スーパーコンボの真空波動拳になります。波動拳を5個同時に打つので、相手の飛び道具も貫通することができます。真空波動拳はコマンド簡単だし、かなり使いやすいスーパーコンボだな。遠距離だと簡単にのけられちゃったりもするんだよね。続きまして、剣の主な変更点でございます。剣の昇竜拳も、竜と同様に上昇中の完全無敵が廃止されました。新しく追加された技といたしまして、竜がパンチ系の技が中心だったように、剣は足技の追加が中心になっております。大外回しは当たると相手が吹っ飛ぶのが特徴になっています。
ナタ落としは2段攻撃になっており、コマンドが若干特殊になっています。ガマ払いもナタ落としと同様2段攻撃になっていますが、コマンド入力のしやすさからこちらを中心に使うプレイヤーが多いのではないでしょうか。最後が稲妻かかと割りになります。こちらは3つの足技のどれからでも発動でき、しゃがみガードができないのが特徴になっています。その他の変更点といたしまして、立ち強キックと掴み技の膝蹴りの追加も本作からでした。X で剣というの差別化が完成した感じだな。かなりの足技が追加されて、ワイルドでかっこいいね。イライザさんも惚れるわけだ。そして、スーパーコンボが、おなじみの昇竜劣化になります。キャラクターの色は選択時に押すボタンによって選べるよ。続きまして、チュンリーの主な変更点の紹介になります。これまでシリーズ通して、下に溜めるコマンドだったスピニングバードキックが、新技の実装に伴い、横のために変更になりました。新たな必殺技といたしまして、テンション曲が追加されました。また、特殊技のコマンドが一部変更になっており、後方回転脚と、角脚楽のレバー入力方向が本作では、どちらも前方斜め下の入力に変更になりました。この変更で、近距離じゃなくても出せるようになったんだぜ。入力方向を右下に変更して、間合い関係なく出せるようにしたのね。一応、飛び道具回避にも使えるんだぜ。そして、X でもチュンリーは対人性能、安定の上位グループなんだぜ。チュンリーは鍛えてるからね。特に下半身を。そして、最後がスーパーコンボの戦列脚になります。ここからは、ブランカの変更点の紹介です。今回追加された技がいくつかございまして、映像はサプライズバックになります。初動、無敵時間があるのが特徴になっています。そして、レバーを前方に倒しての発動は、名前の通り、サプライズフォワードになります。フォワードは初動の完全無敵はないんだけど、相手を通り抜けれちゃうんだぜ。最後が、アマゾンリバーランになります。いわゆるスライディング技ですね。攻撃用の必殺技の追加や修正はないのね。すでに4種類もあるからな。使えるかどうかは別として。そして、スーパーコンボがグランドシェイブローリングです。好きなタイミングで突進できるのは良いんだけど、一瞬ジャンプするモーションでバレバレなんだよな。寸止めできるよ。その表現やめろ。続いて、エドモンド・ホンダの紹介です。新技といたしまして、大イチョウ投げが追加されました。ザンギエフの T ホークなどと同じ吸い込み投げなのですが、コマンドが半回転と簡単になっています。X のホンダは相当強いからね。ホンダとチュンリーは初代からずっとエコひいきされてるな。相撲レスラーを弱くすると、国益を損なう恐れがあるからね。そんな深い考えはないと思うけどな。そして、ホンダのスーパーコンボが鬼無双になります。飛び道具を貫通して突進していくのが特徴になっております。ホンダのスーパーコンボは、歩きながら出せるテクニックもあるんだぜ。チュンリーのスパコンでもできるね。これまでのシリーズ通して、小さな修正のみが繰り返されてきたガイルですが、本作でも大きな変更はありませんでした。通常技が一部追加されたり修正されたりはしたな。小さな修正の積み上げだけで、X まででかなり変わったよね。全キャラ共通で X のキャラはどれも完成度高いからな。そして、スーパーコンボのダブルサマーソルトキックでございます。ダメ系のスパコンは出しにくいんだよね。上手い人はポンポン出すけどな。続いて、ダルシムの変更点の紹介でございます。X でのダルシムは通常技を中心に操作方法がかなり変更されています。
本作のダルシムは、方向レバーを後ろに引くことで手足を伸ばさない攻撃が追加されました。また、前作まではドリルキックは強キックボタンでのみ出せましたが、弱と中で角度の違うドリルキックが出せるようになりました。くらい投げされるから結局のところ、強キック以外は使うこと少ないと思うんだぜ。今回、新しい必殺技といたしまして、ヨガフレームの上方向版とも言えるヨガブラストが追加されました。大道芸に磨きがかかったね。消えるは火を吐くわで、そうやにされていたが、本性能は低くはないからな。そして、ダルシムのスーパーコンボ、ヨガインフェルノでございます。これも出しにくいんだよね。続きまして、ザンギエフの変更点の紹介でございます。通常技として、歩きながらの中、または強パンチボタンでヘッドバットを出せるようになりました。しかし、垂直ヘッドバットと違い、ビオラセ効果のない仕様になっております。そこが残念すぎるぜ。続きまして、本作での新たな必殺技として、バニシングフラットが追加されました。タイミングはシビアですが、一応飛び道具を打ち消すこともでき、移動などにも使える技になっています。新技だね。攻撃判定は強いんだけど、当たってもダウンさせられないからな。そして、今回も対戦ダイアグラム堂々のワースト1なんだぜ。ザンギエフ選手は、なんかもう、逆に良かったんじゃない？中途半端にワースト2とかじゃなくて。しかし X はシリーズの中で、一番キャラクター格差が小さいからな。プレイヤー次第ってことだ。そして、スーパーコンボのファイナルアトミックバスターでございます。上手い人は、空振りでの立ち状態から出す人いるんだよな。やられた方はびっくりで、すがすがしさすら感じるよ。